それでは次に、フライトインストゥルメントをやっていきましょう。3番のところですね。で、フライトインストゥルメントの次にエンジンインストゥルメントがあります。インストゥルメントっていうのは日本語で言うとケーキ、ケーキ板とか言ったりするけども、そのケーキで、フライトに関わるケーキのフライトインストゥルメントの方を、今からやっていこうと思います。A から G まであるけども、エアスピードインディケーター、それからアルティメーターでバーティカルスピードインディケーター、それから、アティインディケーター、ヘッドインディケーター、ターンコーディネーターというのが基本的な6つのケーキになります。それにプラスして、マグネティックコンパスということで、よく、山の中をオリエンテーションしたりクロスカントリーしたりとかいう時にはコンパスを頼りになんてね、小さい時に遊んだかどうかは分かんないけども、そういったコンパス、が基本中の基本のケーキになってきます。こんな6つプラス1のフライトインストゥルメントをやっていこうと思います。で、このケーキを勉強する意義というのは何かというと、やはり正確に飛んでいく上で今自分のフライトがどういう状態なのかっていうのをケーキを使って判断していく。でそれを見て正しく飛ぶだけじゃなくてずれてる場合には直すということで、僕たちは宙に浮いてるのでその高さとか方向とかで、スピードとかそういったものを正しく飛んでいこうと思う時にはこのケーキが重要になってきますね。じゃあその、ケーキをどうやって、読んでいくのか、判断していくのかで、どこについているのかどういうシステムなのかで、いう形でいこうと思うんですが、ここに簡単な流れを書いておきました。ロケーションを一緒に確認してどういうふうに読んでいくのかで、システムはどうなっているのかで、マルファンクションっていうのはそうだね、壊れた時、どういうふうに対処していくのかなんていうのを、こういった流れでいこうと思います。はい、ただそのケーキなんだけども勉強していくんだけども、梅野君にここで質問なんですが、飛行機を正しく正確にずっと飛ばすために一番大事なものは何だと思いますか？何ですかね。地平線を見ることですか？そう、大正解。その通りで、飛行機を飛ばす上で一番大事なのは外の景色、特に地平線、これを一定にして飛ぶというのが大前提です。で、僕たち VFR ビジュアルフライトルールというね飛び方で飛んでるというのもあるし、ケーキこれらのケーキというのは遅れがあるで誤差もあるで、例えるならば細かいフライトをしようという時に正確にという時に例えば平均台を渡る時に足元をずらしちゃいけないと思って見てるとバランス感覚が崩れるように遠くを見ながら飛ぶというのが、安定性という意味で非常に、重要です。で、飛行機のコックピット内があるとして、それぞれのケーキこれは今から習っていくところがこのホライゾン地平線をこのダッシュボードからどのくらいの高さに置くというのが一番の基本で、この地平線が上がったり下がったりとするということは、地球はすぐには動かないので大きいのから、僕たちが機種が上がったり下がったりというふうになっています。この地平線が傾くということは、僕たちが傾いてるんだよね。ということでこのホライゾンを一定にして飛ぶということが、大原則なんだけど、先ほどちらっと触れたように飛んでる最中にその高度とか方向とかスピードとかどうやって分かるのっていうと地平線では教えてくれないということで、外は大事だけど中のケーキを読んでいくというのも大事、両方大事なんだよね。いいでしょうか、はい、じゃあその読み方を、習っていきましょう。ではですね、これはコックピットの中、このプライベートパイロットのマニュアルのページ2の50を広げてください。はい。で、この中に6つのケーキがあります。で、そのケーキを1つずつ見ていこうと思うんだけども、その答えはここにも書いてあるし、シラバスの方にも書いてあるしということで、それをですね、
カンニングしながらでいいので僕に教えてもらいたいと思います。一体これ消しますね。このケーキ実は基本的には同じ並びでインストールされてます。で、それを場所を、覚えてほしいんですね。はい。で、どうしてかっていうと先ほどの地平線を見てじゃあこの僕たちの今のフライトコンディションっていうのは正しいのかなっていう時にケーキを確認する時に、どのケーキを見たらいいんだろうスピードはとかどのケーキを見たらいいんだろう高度はとかいうふうに目が躍ると良くないということで、高度はどこだろうピッとかねスピードはどうだろうピッとかねいうふうに目がパッとそこに行けるようにするといいよね、はい、ということでじゃあ1個ずつ質問していこうと思います。じゃあまず左上、はい、これはエアスピードインディケーター。はい、エアスピードインディケーターで答えそこに書いてあるのでシラバスにもで本にも書いてあるので僕は略します。エアスピードインディケーター ASI、はい、で、会話の中でよく ASI とは出てこないエアスピードインディケーターもしくはエアスピードというふうに出てくるけども、ここで、便宜上略しましょう。はい、じゃあその次、この右上に行こう。はい、アルティメーター。そう、アルティメーターね、アルティメーター ALT と略します。スペルはそこを確認してください。じゃあその次に、これは何だろう。それはバーティカルスピードインディケーター。はい、バーティカルスピードインディケーター VSI と言います。はい。で、これはよく会話の中でも出てくるかな。BSI がと。で、アルティメーターもアルティメーターを ALT は出てこないかな。BSI はよく略して、出てきます。はい、この3つ。で、じゃあその次に上の真ん中。はい。アルティチュードインディケーター。もう一度。アティチュードインディケーター。そう、アティチュードだね。アティチュードインディケーター。これを AI と略します。で、アティテュード。まあ、その細かな説明は後にしようかな。で、その次、その下。ヘディングインディケーター。そう、ヘディングインディケーター。はい、HI と略します。会話上は AI はよく使うかな。AI がこうでこうでなんていうふうには出てくるけども、HI がとはあまり言わない。その代わり、日本に多いんだけども、これを DG と言ったりする時もあります。これはよく出てくるな。日本の人たちのエビエーションターム会話の中で DG がね。でこれ何かっていうとディレクショナルジャイロの略です。これはジャイロの契機の一つです。そのジャイロについてもまた後でゆっくり説明しましょう。はい、で、これがターンコーディネーター。ターンコーディネーター、そうです。ターンコーディネーターね。はい。ということで、この6つのケーキの略式、記号とあとはロケーション、これを覚えてほしいということです。はい。じゃあその中で一個一個読み方を見ていこうと思います。はい。ではエアスピードインディケーターなんですけども、ページ2の534を見ていただくとこのエアスピードインディケーターが載ってます。細かな説明も載ってます。その前にそうだね、ここに数字が40、60、80とかってずっと200まで書いてある。で機体によって出るスピードもやっぱり違うので、僕たちのセスナ152もしくは172、に関してはこんなケーキを使ってますということでこっちを見てもらおうかな。ここがよいしょ、これがセスナ172です。で、これがセスナ152。ともに気づいてもらえると嬉しいんだけど、この6つの、ケーキの左上にあるよねということです。これをちなみに6パックと言ったりするけどね、6パック、あだ名みたいなもんです。
で、この最高の数字を見ると160、こっちも160です。で、ところがここにカラーリングがあるよね。このカラーリングは、同じような、塗り方をしてるけども、ちょっと数字が値がそれぞれ違います。機体によってね。いいでしょうか。で、そのまずスピードの説明をしていこうと思うんだけども、ちなみにこれがセスナ152の、ケーキを、僕たちの、機体から写真を撮ってきました。ではエアスピンインディケーター、これ40、60、80、100とあるけども、この数字たちどんな単位かというと、ここに書いてあるようにノットです。で、このノットっていうのは空の世界の単位っていうのは船からこういただいてるのね。で飛行機っていうのは、今ライトハウスライト兄弟が、初めて有人飛行してからもう100年以上経っているということで、ところが船はっていうともう何百年何千年の歴史があるということで、その歴史ある単位を飛行機は、頂戴しているということかな。ということでノットです。でノットって分かる？単位的に1ノット、うん、1.8。お、いいね、はい、そう1ノットイコール 1.852km です。これはとても重要な数字だからもう覚えちゃおう。 1.852、はい、でここで新しくマイルのコンセプトも少し話したい。このエアスピードインディケーターとても有能で、ノットの内側に MPH の数字も書いてあります。 MPH というのはマイルズパーアワー。1時間に1マイル進む数字だね。はい。で、ノットとマイルズパーアワー、これ何が違うのかというと、帰りと陸離の違いです。はい。で、僕たち車に乗ってる時に、何キロ何キロ、例えば100キロ、毎日が出たら速いなっていう感じだと思うんだけども、その、キロメーター表示じゃなくて飛行機はノット、そして地上を走る、船はノットで、地上を走る車は、陸離を使ってマイルズパワーを使っているということで、その違いです。じゃあ、1マイルズパワーはいくつかというと、1.609km というふうに数字が違います。そうだね。ということは、この陸離を使う、帰りを使うことによって、誤差が出てきてしまうということね。で、ちゃんと名前を付けましょうということで、同じ、実はこれ違う、マイルを使ってるけども、このノットにもマイルを使います。で、海のマイルをつけよう。ノーティカルマイルと言います。略して、NM。で、陸のマイルのことをスタチュートマイルと言います。SM ね。はい。ということで、
ノーティカルマイルを使っているのかスタチュートマイルを使っているのかというのを、常に意識してください。で、飛行機に関してはほぼほぼノーティカルマイルのスピードのインディケーターを使ってるけども、古い機体なんかは結構マイルスパーワーで表示されたりします。で、くどいけども車の表記はマイルスパーワー、陸離を使ってますということね。はい、ということで船と飛行機はノーティカルマイルが一般的だと思っておいてください。じゃあ、この100ノットと言われても日本の人たちはピンとこないので、車に直してみようということで、この100ノットでもし飛んだならばどのくらいのスピードキロメーターが出てるんでしょうということで、180。そうだね、100ノットの時には、185キロ出てるということで結構速いよね。で、セスナ172、海野くんは172で飛ぶと思うんだけども、100ノットぐらいは出ると思います、クルーズで。ということで、このぐらいのスピードで、飛んでるんだよということですね。でセスナ152の訓練の場合には90ノットぐらいが出るんじゃないかな、それ前後がエンジンパワーと高さにもよるけども。ということで90ノットだったらどのくらいかっていうと、これを計算機で 90×1.852 をすると166キロぐらいのスピードが出てるということですね。いいでしょうか。はい、これがスピードです。読み方をしました。で、あとエアスピードインディケーターにはこのカラーリングがあります。で、グリーンの帯のところで、黄色の帯のところ、そして赤線で白いところ、この4つがあるんだけども、この帯と表現したところ、これ円弧になっているのでアークとも言ったりします。グリーンアークでイエローアークでレッドラインだね、これは。でホワイトアークというふうにね、分かれてます。で、じゃあそれぞれの意味を、理解していこう。で色には今回初めて色が出てきたので、色にはそれぞれ意味があるということで、なんとなくの感覚でいいんだけども、緑色はどんなイメージ？安全。じゃあ黄色は気をつけ、注意、カウションだね。で赤は危険、ダメよと、禁止事項でもあります。そのままのイメージでいいです。でそれ以外なのでホワイトアークはちょっと置いといてということなんだけども、じゃあその説明を、教科書の方でしているので見てみましょう。2の54のグリーンアークから言ってみようかな。この右側にずーっと説明があるけども、グリーンアーク、ちょっと読んでみてください。The normal operating range. Most of your flight occur within this range. ということで、安全なノーマルオペレーティング、レンジということです。はい。じゃあイエローアークは The caution range. そう、コーションレンジなんだよね。気をつけてねと。でその後も読んでください。Fly within this range only in smooth air and then only with caution. はい、ありがとうございます。もし、線を引くならば、ここの in smooth air というところに線を引いておいてくれるといいと思います。はい。そうだね。はい。で、このイエローアークで、飛ぶ時、これ飛んでも全然問題ないです。でも注意してねと。ちょっと信号の意味合いとしては分かんないけども、信号が黄色だったらこれ注意して何なのと、注意して止まれなのか、注意して渡れなのか分かんないけども、ここは注意して飛んでいいよという意味です。ただ条件がある。これがin smooth air ということで、スムースエア、要するにこうタービュランスがなくてわーっと揺れてなくて、スムースな空気の状態の時はこの黄色のところで飛んでいいですよということですね。はい。ところがそれにも限界があります。レッドラインがあります。レッドラインを、読んでください。The never exceeded speed. はい。そうだね。never exceed 超えの never なので、絶対に
超えちゃいけないスピードです。どうしてっていうのが次に書いてあるんだけども、 Operating above this speed is prohibited because it can result in damage or structural failure. フェアリアね。 Failure. はい、ダメージ、それからストラクチャーフェイリアを起こします。ストラクチャーっていうのは何かっていうと構造上のということで、スピードはうわーっと出ると羽が、ひびが入ったりとか、もしかしたらもげたりとかいうことがあるかもしれないので、この赤いラインは、絶対に超えないでくださいという、Never Exceed スピードです。ちなみに、BNE というふうに略したりします。はい、で、今アークの話をしてます。でその上に V がいっぱいあるよね。 VVVV、 これを V スピードと言ったりします。でいろんなV があるので、これは飛行機パイロットとして特にいろんな、これが V スピード出てくるので、この意味合いとスピード、その飛行機にそれぞれのスピードがたくさんあるので、これをたくさん暗記することになっていくでしょう。じゃあもう一つのアーク、ホワイトアークは何かっていうと、Commonly referred to as flap operating range because its lower limit represents the flap stall speed and its upper limit provides the maximum flap speed. You usually fly approaches and landing at speeds within white arc. OK、 ありがとうございます。ということでホワイトアークは何かというと、もし線を引くならば、フラップオペレーティングレンジとなります。はい、フラップスを使うところだね。はい、フラップスはどうしても使わなきゃいけないわけじゃない。でも使うと楽。で、じゃあそのフラップスをこのホワイトアークに入ったら使って初めて使います。でそれ以上のスピード使うとね、やっぱりストラクチャーダメージになったりするので気をつけてください。じゃあ、このスピードたちなんだけども、この色合いの一番下とか一番上とかその境とかいうのにも意味があります。でそれぞれの名前を見ていこうと思います。はい、1つ目、BSO、これ0って書いてある O と読みます。 VSO、 それからその次が BS1。 この S って何かっていうとストールという意味です。ストールっていうのは失速で、飛行機は羽の上を空気が流れるとリフトが生まれる、揚力が生まれる。ところが空気が流れる量が少なくなってくると、リフトが生みづらくなってストールしちゃうわけなんだけども、そのストールするスピード、要するに遅すぎっていうことだよね。じゃあその遅すぎスピードが BS です。でその BS の中でストーリングスピードの中で、O と1と2つ分かれてます。で、じゃあ、BS1 から見てみよう。で BS1 っていうのは何かっていうとグリーンアークの一番下です。じゃあそれは何？はい、お願いします。The lower limit of green arc, the stalling speed or minimum steady flight speed obtained in specified configuration. For small airplanes, this is the power of stall speed at the maximum takeoff weight in the green configuration. Gear up if retractable and flapped up. You should check the POH for specific information on your airplane. はい、その通り、ありがとうございます。ということで、これはストーリングスピードの、S なんだけども、どういう状態かっていうと、ミニマムステディフライトスピードです。で、線を引くんだったらこのクリーンコンフィギュレーションに線引いておいてもらおうかな。はい、クリーンコンフィギュレーションの時のストーリングスピードです。クリーンコンフィギュレーション何かっていうと、この飛行機フラップスを下ろしたりするとこれは、風が乱れたりするので、またランディングギアこれが、出た状態だと、やはり、風が乱れたりするので、それがないクリーンな状態です。で具体的に言うとギアが上がっていてフラップスも上がっていると、これがクリーンコンフィギュレーションです。その時のストールスピードがグリーンアークの一番下。はい、
じゃあそれに対して BSO っていうのは何かというと、じゃあ読んでみてください。The lower limit of flight arc, the soaring speed or minimum steady flight speed in the landing configuration. In small airplanes, this is the power of stall speed at the maximum landing weight in the landing configuration. Gear and flaps down. はい、ありがとうございます。で、ランディングコンフィギュレーション、間違えた、こっちだ。はい、で、ランディングコンフィギュレーションの、状態でのストーリングスピードということで、ギア&フラップスが下がっている状態ですよということですね。そうすると、ストーリングスピードっていうのが若干遅くなるということはいいことね。うん。はい、いいでしょうか。はい。じゃあ、ホワイトアークの一番上、これを BFE と言います。じゃあ BFE っていうのはどういうスピードでしょうか。はい。The upper limit of white arc, the maximum speed with flaps extended. はい。マキシマムスピード with flaps extended。フラップスを出していていい一番最高のスピードだよね。はい。ということで FE フラップスエクステンディの頭文字を取ってます。VFE です。はい。で、これのほぼほぼ説明終わったのかな。だけど一つだけ足りないのが BNO というのがあります。BNO というのはグリーンアークとイエローアークの境、ここだね。はい。で、これはじゃあ何でしょう。BNO。You know, the upper limit of green arc, the maximum structure cruising speed. Don't exceed this speed except in smooth air. はい、ありがとうございます。で、この BNO の名前を、Maximum Structural Cruising Speed という名前がついてます。もし試験でこれ何って言われたらこの言葉を答えてください。The Maximum Structural Cruising Speed。クルーズの中での、マックスのスピードなんだけども、Do not exceed this speed except smooth air ということで、先ほどのイエローアークと同じだね。スムースエアじゃなかったらこれを超えちゃいけないよと同じ意味合いになります。はい。はい、この NO はこのマキシマムストラクチャルクルージングスピードと結びつかないのでちょっと覚えづらいと思うけども、これはね、先にお伝えしておきます。いいでしょうか。じゃあ、これらのスピード今はやりません。で、ところがそれぞれの機体にそれぞれの、意味合いがあるということですね。で、セスナ152に関してはこのマーキングになります。じゃあそのスピードってどうやって知るのというと、こういった POH パイロットオペレーティングハンドブックと言ったりするし、この場合はインフォメーションマニュアルというね、ものがあったりするけども、そこの中に明記されています。じゃあこれを見てみると、よいしょ、こんな感じだね。はい、ホワイトアークはこのノットですよと。グリーンアークはここからここまでですよと。で、イエローアークはここからここまでですよと。で、VNE、レッドラインはこれですよという数字がここに明記されています。でところが飛んでる最中にそこまで細かく考えられないので、ここだね。この色で判断していくといいと思います。だから飛んでる時はなるべく頭をね、軽く、にできるといいよね。ということで、細かい数字はここ。でも試験前に、そしてソロ前にかな。ソロに行く前にこの数字は全部暗記することになるだろうね。いいでしょうか。はい。で、ここに意味合いも、ちゃんと書いてあります。で、梅野君の場合はセスナ172なので、172の、POH、ね、のところに書いてあるということですね。はい。はいはい、じゃあ、これで読み方終わりました。で、システム。これは他の、同じ系統の、計器と合わせて、見ていこうと思うので、ちょっとここ今、保留。で、マルファンクションも、保留ということですね。ここまで何か質問ありますか？特にないです。はい、ありがとうございます。では、その次、アルティメーターについてやっていこうと思います。はい、じゃあちょっとここで一旦止めましょう。